皆さんこんにちは、シュアタビです。先日 YouTube の投稿や私の SNS で発表させていただいた通り、この度なんと私ホンダ GB350 の公式アンバサダーに就任いたしました。ありがとうございます。で、GB350 のアンバサダーって何するのっていうところなんですけど、 GB の販促強化を一緒に本田さんとぜひしていこうっていうようなアンバサダーです。なので私はもちろん GB が大好きで GB を選んで今乗っているんですけど、その GB がさらに世の中に広まってほしいな、いろんな方に選んでもらえるバイクになればいいなと思って今回のお話を引き受けいたしました。今後はもう日本だけじゃなくて世界中で GB がどんどん売れていったらいいなと私も思っているので、その PR だったりにご協力をして GB の販促強化に努めていきたいなと思っています。いや、最初に本田さんからお話が来た時はもう本当にめちゃくちゃびっくりして、まさかそんなただ一般人が GB を選んで乗っていただけなんですけど、本当にこの2年半かけていろんな方に見ていただいて、でGB のカスタムもすごく楽しいし GB と旅することもすごく楽しかったので、それをもうねメーカーさんに見ていただいてたっていうのもすごくびっくりしたんですけど、いやおすすめするところしかないバイクだなって私も実際に乗ってて本当に思うので、そういったところのご協力ができるということもすごく楽しみですし、自分自身マーケティングっていうところを専門に仕事をしていたところもあったので、そういった自分の力みたいなものも一部使いながら活かしながら、ぜひ、GB ものみならずバイクっていうものが世の中にもっと広がっていったらいいなと思っています。それで今おそらく私を知らない方とか本田さん経由で私を知ってくださってる方、初めましての方もたくさん今この動画を見てくださってるんじゃないかなと思うので、改めて私の経歴というか私の紹介を簡単にさせていただきたいんですけど、まず私はまだ中型のバイクの免許を取って3年足らずのアラサー女子ですでこの間の秋ぐらいなのでまだ半年も経ってないぐらいですねに大型バイクの免許も取得をしましたっていうぐらいの、実はまだバイクに関してはペーペーのやつなんですけど、じゃあなんでバイクの免許を取ったのっていうところなんですけど、もともと私は車が好きで、車が好きといってもそんなものすごい車に昔から乗っていたとか全然そういうわけではなく、父親のプレ2かな当時のグランツーリスモあるじゃないですか。ちっちゃい頃はそのグランツーリスモばっかりしてずっと遊んでたっていうぐらいの車好きの程度だったので、だから大人になったら私もいつか絶対にこういったスポーツカーだったりとか自分で車を持って自分名義の車を買いたいっていうのは知らないんですけど昔からずっと言ってたんですね。で大人になって、車が買える年齢と経済力になった時にジムニーを自分で買ったところが始まりなんですけど、その時はまだ実はオートマの免許だったんですけど、いろいろありマニュアルの免許も取り、今は、車はロードスターの NA ロードスターに乗っています。でバイクに関してなんですけど、その車から入ってバイクに出会ったんですけど、もともとその車を運転するということはすごく好きでドライブにはよく行っていたんですけど、ちょうど結婚を機に旦那の拓磨さんがバイクに乗っていたんですね。でハーレーに乗っていたんですけど、それに二欠で後ろに乗せてもらうことが時々あって、でやっぱり乗り物好きっていうのもあって、いいな自分で運転したいなって思うことがどんどん増えていって、で、怖いなっていう気持ちもありはしたんですけど、拓磨さんも一緒に運転して一緒にバイク乗れる人がいたら嬉しいっていうことだったので、私にバイクの免許取得をおすすめされまして、で無事まんまとハマりました。バイクに免許を取りに行こうと思い立って、その次の日には教習所に行っていましたっていうような
生い立ちになります。でそこからバイクといってもいろんな種類がねあって、スポーツスタイルだったりハーレーみたいなアメリカンだったりいっぱいあると思うんですけど、私はカフェレーサーっていうものにすごく魅力を感じて、その時に一番安心してまず乗れるバイク、現行車がいいなって思いました。やっぱりなんかその途中で止まったりツーリング先で止まったり壊れたりとかしてもすごい怖いなっていう気持ちがあったのと、あと今すぐに直せたりするバイクの方がこけた時に安心かなと思ったので、その中で一番やっぱりカフェレーサースタイルに近い、見た目がもうすでにかっこいいバイクっていうのが GB350 でした。そんな感じで最初は GB を選んだんですけど、そこからああいったカフェレーサーカスタムっていうのを続けていって今に至ります。では話を戻しまして、この間ホンダさんの公式ホームページ用の撮影に行ってきたので、その時のオフカットだったりちょっといろいろな映像を簡単にまとめましたので、そちらをご覧いただきたいなと思っています。いや、中のが寒いやろ。撮ってくれてた。でもマイクで音取ってるから、走ってる時はあんまり回して大丈夫、ありがとう。ピッてなっちゃうから。広角すぎて。はい、という形で本当に憧れのメーカーさんとお仕事をさせていただくことになり、アンバサダーという称号はいただいたシュア旅のアンチョビですが、今後も変わらず夫婦ともども車だったりバイクだったりでキャンプに行ったりとか、旅をしたりツーリングに行ってしょうもない会話をしたりとか、そんな YouTube がずっと続くと思いますので、シュアくん含めシュア旅チャンネルをぜひよろしくお願いします。そして GB350 の魅力がより多くの方に伝わるように努めてまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。以上、シュア旅のアンチョビでした。
私の初めてのバイクライフを飾るバイクとしてやっぱり安心して乗れるバイクで、現行車でクラシックでかっこいいバイクっていうのがあったのが GB でした。スタイリングがやっぱりもう出来上がってて、そのままでもかっこいいなと、ネオクラシックっていうこのバイクが本当今の私の好みだったり時代の流行りをそのまま表現したような安心できる1台目のバイクとして私は GB が一番ふさわしいなと個人的に思ったので GB を選びました。 GB に乗っていて一番なんか魅力的だなって感じるのはこのマフラー音が一番好きで、短気筒のこの鼓動感っていうのと低いサウンドっていうのが本当に心地よくって、なんか峠道で一人で走ったりした時にマフラーの音が響いてるのを自分の耳で感じて、肌で風を感じてのんびり走るっていうのがすごい向いているバイクだなと思って大好きです。私の好きなバイクの乗り方としてスピードを上げてぐんぐん走るっていうよりかはのんびりと下道で景色を見ながらゆっくり走る走り方が一番好きなので、そのライフスタイルに GB はすごいぴったりだなと思っていて、後ろにキャンプギアを積んでキャンプに行ったりとか、街中でおしゃれなカフェを探しながらのんびり走ったりとか、山奥をゆっくり走ったりとか、そういった乗り方を今後もしながら GB と一緒に成長していけたらなと思います。